妻の遺体を動物園の焼却炉で燃やした男が北海道で逮捕されたのだ。しかもその男は生前の妻に痕跡なく燃やしてやると脅していたのだ。動物園の焼却炉で、それって死んだ動物を処理するための設備よね。なんでそんな場所を使ったの？そもそもその妻はなぜ死んだのかしら。今日は3つのことが明らかになるのだ。この男がなぜ動物園を選んだか、妻が生前に発した SOS がなぜ届かなかったか、そして日本の DV 構造がいかにして被害者を追い詰めるかなのだ。まず事実から整理するのだ。2026年5月1日、北海道警察は鈴木達也という男を逮捕したのだ。容疑は遺体を観光施設に運搬し、焼却によって損壊したというものなのだ。被害者は33歳の妻、鈴木結衣さんなのだ。観光施設に運搬したという容疑なのね。動物園って観光施設に分類されるのかしら。警察発表がそういう言い方をしているのが少し冷たく聞こえるわ。そうなのだ。警察は未だに妻がどのように死んだかを公表していないのだ。任意同行中に鈴木は焼却炉で数時間遺体を焼いたと自供したのだ。この自供をきっかけに警察が焼却炉を調査したところ、遺骨の一部が発見され、正式逮捕に至ったのだ。ここで鍵になるのが NHK が報じた事前の脅迫なのだ。ゆいさんは生前、親族に痕跡なく燃やしてやると夫に脅されていると告白していたのだ。これは捜査関係者から NHK に伝えられた情報なのだ。痕跡なく燃やしてやる。それって、死後の処理方法まで事前に計算していた脅し文句じゃない。普通の DV の脅迫とは次元が違う話よ。親族は警察に相談しなかったのかしら。ここで少し視点を変えるのだ。動物園の焼却炉とはどういう設備か、なのだ。死んだ動物の遺体や廃棄物を処理するための高温炉で、骨まで灰にできる能力があるのだ。つまりこれは、完全な証拠隠滅、老いとした行為なのだ。ゴミを捨てるように、人の命と痕跡を消そうとしたのだ。動物と廃棄物を一緒に処理する設備ね。ずんだもん。このケースって日本ではどのくらい異例なの？こういう証拠隠滅型の事件は珍しいのかしら。日本の DV に関連した殺人事件では、遺体の隠蔽や証拠隠滅が行われるケースは一定数あるのだ。ただ、動物園の焼却炉というのは極めて異例なのだ。重要なのは、鈴木が勤務先を使ったということなのだ。自宅ではなく、職場のインフラを証拠隠滅に使ったのだ。これは経済制裁と似た構図なのだ。手の届く資源を最大限に利用して目的を達成するという冷静な計算があるのだ。衝動的な犯行ではなく、事前に脅しのセリフまで用意していたという点で、計画性の高さが浮かび上がるのだ。計画性が高いって聞いて、逆になぜゆいさんはその前に逃げられなかったのかが気になるの。親族には脅しを伝えていたんでしょう。それって助けを求めるサインよね。それがまさに今日の確信なのだ。日本で DV 被害者が知っていながら逃げられない理由には3つの構造的な問題があるのだ。1つ目は経済的依存なのだ。2023年の内閣府調査によると DV 被害者の約 40% が経済的な理由で別れられないと回答しているのだ。2つ目は精神的支配なのだ。DV 加害者はしばしばパートナーを長期間にわたって孤立させ、お前が悪い、誰も信じてくれないという洗脳を繰り返すのだ。被害者が親族に打ち明けられたこと自体珍しい行動だったかもしれないのだ。3つ目は逃げた後の安全保障がないことなのだ。逃げた後の安全保障がない。で、シェルターとか DV 相談窓口は日本にあるわよね。それじゃ足りないってこと？数字で言うとどのくらいの規模の問題なのかしら。ここまでの話を整理するのだ。北海道の動物園で妻の遺体を焼却した男が逮捕された。妻は生前、痕跡なく燃やしてやるという脅しを親族に告白していた。そして日本の DV 構造には経済的依存、精神的支配、逃げた後の安全保障不足という3つの壁があるのだ。ここから先、日本の DV 対策の現実に踏み込むのだ。日本の DV 被害相談件数は2022年に過去最高の18万件を突破したのだ。しかし、実際に保護命令が出たケースは約4500件。
相談件数の 2.5% に過ぎないのだ。つまり 97.5% の被害者は相談はしたが法的保護を受けられなかったということになるのだ。97.5% が保護されていないって、それ、ほぼ機能していないじゃない。相談窓口はあっても実際の安全保障にはつながっていないってことよね。これ、怒っていいわよね。ゆいさんが親族に打ち明けていても、正式な保護につながらなかった可能性があるってこと。そうなのだ。日本の DV 防止法は2001年に制定されたが、精神的 DV が法律で明確に対象になったのは2014年の改正以降なのだ。痕跡なく燃やしてやるという脅しは精神的 DV いや脅迫罪にも当たりうるのだが、被害者がそれを証拠として記録しなければ法的介入は難しいのだ。ちょっと逆の見方を提示するわ。この事件、夫が異常だったという個人の問題に矮小化されるリスクがあると思うのよ。モンスターが現れたという語り方は構造的な問題から目をそらさせるわ。私はこの夫を生み出した社会の方を問うべきだと思う。どう思う？鋭い視点なのだ。実は BBC やロイターなどの海外メディアと日本国内メディアで報道の角度に差があるのだ。海外メディアは妻が生前に脅しを告白していたという点、つまり DV の予兆と制度的失敗に着目している。一方、国内メディアの多くは焼却炉という衝撃的な手段に焦点が当たっている傾向があるのだ。ここで安全保障の問題を個人の視点で考えてほしいのだ。今この瞬間も日本には推計で年間100万人以上の DV 被害者がいると言われているのだ。もし自分の家族や友人が脅されていると打ち明けてきた時、どうすればいいのか。配偶者暴力相談支援センターへの同行、録音、記録の支援、シェルターの事前調査、この3つが民間レベルでできることなのだ。冒頭で痕跡なく燃やしてやるという言葉が出てきたけど、ゆいさんがその言葉を親族に打ち明けたということは助けを求めていたってことよね。その声が制度に届く前に最悪の結果が起きた。これが今回の事件の本質だと思うわ。今回の事件で僕が感じる正直な意見を言うのだ。この犯行の計画性の高さと事前の脅し発言が組み合わさっている以上、これは衝動的な犯罪ではないのだ。そして制度が被害者を守れなかった責任は社会全体にあると思うのだ。今後の捜査で死因といつから暴力があったかが明らかになれば、日本の DV 行政に対する批判がさらに高まる可能性があるのだ。1ヶ月後、3ヶ月後のシナリオを示すのだ。死因が明らかになれば、殺人罪か傷害致死かで罪名が変わり、鈴木の刑事責任の重さが大きく変わるのだ。また、警察がなぜ事前の脅しを把握していなかったのかが問われ、DV 対応プロトコルの見直しを求める声が立法レベルで出てくる可能性があるのだ。あなたはどう思うのだ？日本の DV 対策は今のままで十分だろうか？コメントで教えてほしいのだ。毎週金曜は地政学ウィークリーだけど、今日みたいな国内の構造問題も大事よね。これはうちには関係ない。じゃなくて、もし身近な人が相談してきたら、って考えてほしいわ。DV 相談窓口のナンバーは8008よ。覚えておいて。毎週この曜日は地政学ウィークリーをお届けするのだ。来週も地政学ウィークリーでお届けするのだ。チャンネル登録と高評価よろしくなのだ。また明日なのだ。